はい、暴露系 YouTube チャンネル最近増えてきましたね。はい、そちらは皆さんありだと思いますか、なしだと思いますかということで、まずはアンケートいきましょう。はい、ね、マジでぶち込みますね。いや今回はそうですね。さあではアンケートの結果の方出ました。暴露系 YouTube チャンネル、まああってもいいんじゃないっていう人は 54%、ね、いやないしでしょうっていう方が 45% ということで、まあ若干ありの方が多いと、はい、割と容認気味な空気感でございますが、果たしてこれがどういうふうに変わっていくのか。ではお三方 AB プレートの方出してください。 A がありで B がなしでございます。僕は決まってます。マグマクさんもなしにしかできないでしょ。いや僕はもう決まってます。決まってるということで、じゃあ行きましょう。せーの、どうぞ。 A です。じゃあそうですね、僕はもう別にありですね。もう先話していいですか。お願いします。話さないとなんかこのまま誤解を招いたまま終わりそうなんで、俺がぶっ殺されそうなんで、話しますね。じゃあ止めようか。暴露配信者とかなんか炎上系の人がその人を叩くようなことをしてたりすること自体は、俺は正直全然いいことだと思ってなくて、しょうもないなと思うし、安心した。なんかゴミだなって思ってるんだけど、いいよいいよ、ゴミだなと思ってるんだけど、で実は俺もよく叩かれる側なんで、言われのないこと言われたり叩かれる側だし、いや嫌だなって思うんですよ。そうですよね。だけどじゃああの人たちがいなかったらどうなってたかっていうと、活動者、悪い活動者に騙された、例えば視聴者の子、例えばその引っ掛けられちゃった若い女の子とか、詐欺にあった男の子とか、そういう悪い活動者に騙された子たちが泣き寝入りするしかなくなるんですよね。で確かにね、彼らみたいな人がいるから、悪いことをしようって思ってる人たちが悪いことができないっていう抑止力になってるんですよ。まあそういうことですね。だから自分みたいな結構普通にちゃんと真面目に活動してる人間からすると迷惑でしかないし、嫌だなとしか思わないですよ。嫌だなとしか思わないんだけど、じゃああの人たちがいなくなったら無法地帯みたいになるなと思ってて、俺はなんかそれは違うんじゃないかと思ってて、個人的な意見だとめっちゃ嫌だけど、容認しないといけない部分もあると思ってる。だから俺は我慢してる。なるほどね。っていう感じですね。大人。はい。でも多分本当にそうよ。多分なくなったらそういうので溢れ返って、もう確かにね、ひどいことになると思う。まあ変なし悪いやつがのさばり続けるってことにもなりうると。そうなんですよね。確かに。でも別に配信終わりでなんかディスコードの画面が出てゲームするぐらい何の問題もないんじゃない？俺の話は俺申し訳ありません。ね、具体例出すのひろゆきくんやめていただいてよろしいですか？はいね。相手もいらっしゃることなんでね、ひろくんいいね。はい。さあということでございます。何か悪いことをしてる人を止めるのって警察だったりで、別に YouTuber がやることじゃないと思うんだよね。それは僕も思います。消費者センターとかもいっぱいあるので、で結局そのなんか素人が正義を振りかざしてて、で実態はその要は被害者だって言ってる人が実は被害者でもなかったりしたみたいなパターンもあったりするので、なんかその要はなんかこういうネタで例えばじゃあヒカルさんとなんかこんなことやられましたっていう人が、そのヒカルさんに迷惑をかけたいっていうモチベーションで嘘をバーッと言ってても、その暴露系 YouTuber って調べようないじゃないですか。でもヒカルさんのネタが来たってホクホクして言っちゃうわけじゃん。でなんか世の中にじゃあヒカルさんこんなひどいことしたってなるんだけど、実態としてヒカルさんがいくらいや俺そんなんしてねえよって言ってもみんな信じないわけじゃん。で暴露系 YouTuber の人ってそれで再生数で金稼いでってなるから、多分その嘘ついて金稼ぐ人が増えるっていう方が僕良くないと思うんだけど。俺もちろんそれはそうで、そのまだマクラさんほら嘘ついて金稼いでる方だからありなんだよね。悪い人だ。俺帰っていいですか今日ちょっと。得がないわ。あれですよ、本当に言ってることはその通りで、暴露系 YouTuber とかがやってることは一つもいいことはないですね。彼らのやってること自体は普通にその冤罪だったり言われないことでひどい目に遭うこともあるし、言ったもん勝ちみたいな空気あるじゃないですか、ネットって。一回情報出たらその情報が正しかろうと間違っていようと出ている情報を正すことが難しい。すごく否定することも難しいし、実は活動者とかの方も結構不利な立場にあったりする、言われてる側は分かってると思うけど、なんだけど
でしかもそれでお金を稼ぐってなんか相当、なかなかどういう神経してるのかと思うけど、だけどそれがなかった際にじゃあ例えば警察にこういうことされましたこういう被害に遭いましたって言って応じてくれるのかというと、意外と警察って動いてくれないです、力をね、使ってくれないですよね。意外と力を使ってくれないし、本当にそれが犯罪性があったりなんかすごく常習性があったりした時に初めて、逮捕とかそう報道とかになるけど、それ以下のもの、要は民事に過ぎないような内容だったり取り合うことのできないような相手だったりに対してその視聴者っていうすごく立場の弱い子たちが何か声を上げることができる、フォロワーがゼロで何を言っても誰も聞いてもらえないような人たちがその人の力を借りることで言うことができるっていう環境があるから悪いことする人が減ってる。いや俺は全部消えてほしいと思ってます。俺は全部消えてほしいし、例えばじゃあその民事の範囲でその悪いことをやられたとして、でじゃあ悪いことやられたんだよっていうのを暴露系 YouTuber に言って、でそれがじゃあ YouTube で再生数稼いだ場合に、被害者が訴えられたとしても金取られちゃうんだよね。例えばじゃあマクマクさんにひどいことしましたってされた女の子がいて、でじゃあ暴露系 YouTuber に言いました、でマクマクさんが本当にそれをやってたとしても、裁判で証明して勝つのが難しいっていうのもあって、弁護士さんとか警察が協力しなかった場合って、マクさんがそんなことしてねえよって訴えたら、その女の子負けるんだよね。でしかもその媒体暴露系 YouTuber っていう媒体を使ってより再生数を多くして多くの人が見てるから、名誉毀損の賠償額がめっちゃ跳ね上がったりするわけですよ。だから本来その弁護士さんとか警察で戦うべきことをそうじゃないものを持ち込むことによって相手が怒った時にもっとダメージ食う可能性がある。で結局じゃあ暴露系 YouTuber が言ってなんかスッキリはしたかもしれないけど被害は回復しないじゃん。賠償金取れたわけでもないし、別に謝ってくれるわけでもないし、だから結果として何も解決してないんだけど暴露系 YouTuber だけお金儲かってるってことだと思ってて。ああなるほどね。だからなくなるべきですね。あれいやちょっと複雑っす内心は正直。ママさん個人で言えばやっぱり B の気持ちは強いし、でも全体を見た時に世の中をより良くするんだったらもしかしたら A の方がいいのかもっていうのがマフさんの正直なところですよね。そうですね。僕の個人の意見だと普通に嫌だです。嫌だし人として嫌なんだけどいなかったらいなかったで悪いことがいっぱい広まってね、起きちゃうだろうなと思ってるかな。そのなんかこれ事実無根なんだよ。例えばそのマクマクさんがやらかして俺こんなことしてないよって言ったとしたら、結局そのマクマクさんがそれを触れることによって余計暴露系 YouTuber の再生数って伸びるじゃん。そうですね。結果として嘘だけどもう触れてもしょうがないからって言ってマクマクさんは黙ってたりするわけじゃん。でそうするとマクマク黙ってんだから本当じゃねみたいなことになって、その嘘ついて金儲けてるっていうのが何回もできちゃうようになっちゃうのね。でもその YouTuber じゃなくてテレビとかメディアの場合って放送法だったりとかその BPO っていうその中立じゃない情報を流してますよねっていうところに訴えることでそのテレビ局が罰せられたりとかっていうのがあるんだけど、暴露系 YouTuber ってそれないじゃん。なんかチャンネルバンされてもまた新しくチャンネル作ればいいじゃんみたいな。だからなんかそこの正義をその担保するっていうその組織がないからやりたい放題になっちゃってる気がするんだよね。現状はそうですね。なるほど。なんかちょっとこう歯止めは効いてない感はあるですね。でもただ実際になんか例えば虚偽なこととかでなんかそういうのをやってた時に、訴えることもできるじゃないですか。できますね。だからそれはそれで進めてもいいんじゃないかなとは思う。活動者はそれで困るんだったら。でも僕暴露されて困るようなこと何もしてないから全然困んないんだけど、マクマクさんは何が困るの？いや困らないはずだったんですよ俺も。俺も別に何にも困らないはずだったから何も困らず生きてきて、最大の誤算ね。俺ずっと長いことなんか何かに取り上げられて、別に何でもなくて叩かれてっていうのを繰り返してきて、私今回はちょっとあれでしたけど。いやまあ第2回放送で炎上について触れて炎上しましたね。本当に申し訳ない。俺帰ります今日。ブーメランがね、俺帰り盛大なブーメランがかかってきました。帰り。いやでもあれこそまさにその歯止めの効かない状態っていうのが体現されてたのかなと思っていて、もう話が一人歩きしていたところもあると思うんですよね。ただそこを否定しようにも声がもう届かない状態になっていたっていうのもあると思うので、なので皆さんで瞬発力で動くことなくいろんな情報を吟味していただければと思いますし、この話はこのぐらいにしておきましょうかということで。そう、あれマクマクさんが話題にするために仕込ったネタとかじゃないの？何のために？何の意味があります？俺に。
なんかいやテクニカルな僕らは十分笑えたよ。いや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 もう紅白とか出てるからこの方高度なね、手の込んだ自殺いらないのそういう情報、なんか炎上する必要がもう出てりゃいいんだからまた紅白。ありがとうお肉